不動産屋さんの怪談です。これは私の行きつけの美容院の男性美容師さんから聞いた不思議なお話です。その方を仮に加藤さんとしておきます。この美容院の他の支店、仮に A 支店としておきますが、その A 支店は隣駅にあり、実はそのお店では不思議なことが頻発しているそうで、現在進行形なのだそうです。加藤さんは以前はその A 支店の配属で、現在も時々応援で A 支店を手伝うことがあるので、その時の数ある奇妙な体験を話してくれました。加藤さんが A 支店で最初に変だなぁと思ったことは、入り口の自動ドアが誰も入ってこないのによく勝手に開くそうなのです。そう話すと、なんだそんなことか怪談話でよくある現象ですよと言いたくなりますが、それが少し違うのです。まずその A 支店の店内なのですが、入り口から一番奥の壁にずらりとメインの鏡が並び、お客さんは入り口に背を向ける形で鏡の前に座ります。ですから担当の美容師さんたちはみんなその入り口の自動ドアに同じく背を向けてお客さんに対応することになります。店内は他の位置にも鏡があり、合わせ鏡になるところもあるそうで、多少角度は違いますが、どの位置からも入り口のドアが映し出されていました。つまりスタッフが立つ位置によって背後の入り口の様子が見て取れたということです。そんなある日のことでした。スタッフ全員がお客さんに鏡越しに対応しているとき、後ろの自動ドアが開き、みんなお客さんが入ってくるなと思いました。そして案の定、誰かがお店にスッと入ってきたそうで、その様子がどの鏡にも映りました。スタッフたちはそれぞれの持ち場でそれを鏡で見ていたので、一斉にいらっしゃいませと声をかけながら軽く後ろを振り返りました。ところが誰も入ってきていなかったのです。スタッフはみんなあれという感じになりました。間違いなくお店に人が足を踏み入れたのを鏡越しにほぼ全員で見ていたそうです。加藤さんは他のスタッフと顔を見合わせておかしいなという顔をしましたが、その時は勘違いぐらいに思っていました。ところが同じようなことがその後も時々起きるようになったそうです。自動ドアが誰もいないのに勝手に開くことはもちろん、時には人が店内に入ってきた様子が鏡越しの視界に一瞬入るのですが、振り返るとそんな人はいないという奇妙な現象が起きていました。いずれにしろ故障もしていないのに自動ドアが勝手に開くことがあまりにもしょっちゅうになり、気味が悪いのでついに店長が自動ドアを作動しないようにオフにしたということでした。加藤さんの話では、その店長の女性は霊感があるという評判で、おかしな現象には変な意味で慣れている人だったそうで、自動ドアをオフにしてこの問題を終わりにしようとしました。でも店長の思惑通りにはいきませんでした。それからしばらくしてからです。加藤さんは店長にパーマをかけてもらっていました。するとそこに隣駅の店舗のスタッフが A 支店に用があって訪ねてきたそうで、お疲れ様ですなどと挨拶を交わし、ちょっと雑談をする感じになりました。加藤さんは鏡の前に座り、店長はその加藤さんの後ろに立って加藤さんにパーマをかけていたそうで、そのスタッフは店長の隣に椅子を持ってきて座っていました。ですから加藤さんは店長とスタッフとは鏡越しで話していたそうです。そしてしばらく鏡に映る店長とスタッフを見ながら話していると、その話の途中に突然店長とスタッフが同時にさっと後ろを振り返ったのです。加藤さんは鏡越しでそれを見て、なんだ何があったと思いました。すると店長とスタッフがほぼ同時に、今誰か後ろにいましたよねと真剣なトーンで言ったそうです。彼らによると3人とも鏡を見ながら話をしていましたが、突然その鏡の中に
もう一人自分たちの後ろに人が立っているのが映っていたというのです。店長とスタッフはハッとして即振り返ったのですが、そこには誰もいなかったのです。一瞬のことでどんな人だったかまでは二人ともわからなかったそうです。二人は狐につままれたような顔をしていました。不思議なのは加藤さんには鏡の中にそんな人物が映っているのは全く見えなかったそうで、なぜか店長とスタッフには見えていたということでした。またその後こんなこともありました。その日の朝、加藤さんは受付の業務をしていました。すると店長が受付につかつかつかと早足で近づいてきて、唐突に「加藤さん、今裏にいましたよね」と真剣な顔で聞いてきました。加藤さんは「何言ってんだ」と思い、いや自分は朝からここで受付業務をしていて、店の裏には一度も行っていませんが、と答えたそうです。すると店長はみるみる顔色が変わり、今あったことを話してくれました。店長が朝出勤し、お店の裏に回ると、そこに加藤さんが立っていたそうです。それでいつものように店長がおはようと声をかけると、その加藤さんもおはようございますと挨拶を返してきたそうです。そしてそのまますれ違って店長さんがお店に入ると、目の前の受付カウンターにその加藤さんがいるではないですか。彼がなんで今ここにいるのと驚き、確認しに来たということでした。まるでドッペルゲンガーのようだと思ったのですが、ドッペルゲンガーは本人が自分を見ることを言うそうで、この場合とは違います。でも声も姿も加藤さんそのものだったそうです。店長は加藤さんになりすました何者かを見たのか、今でも謎のままだということです。そしてその後間もなく、店長にさらに恐ろしいことが起きました。ある日、店長はお店の洗面台でお客さんの髪を洗っていたそうです。その日は空いていて、他の洗面台には誰もいませんでした。美容院の洗面台はお客さんの椅子の背もたれが倒れて、お客さんは天井を見上げる感じになるので、店長はお客さんの顔を見下ろす位置で髪を洗い流していました。店長はかゆいところはありませんかなどと言いながら洗っていると、突然店長とお客さんの顔の間に脇からニューッと男の顔が割り込んできたのです。店長は仰天し悲鳴を上げそうになると、その男の顔はスーッと消えていきました。店長は震える手で必死にお客さんに気づかれないように髪を洗い続けたということでした。ついにこのことで店長を含めみんな、やはりこの A 支店には人を惑わす何かがいると確信しました。確かにその後も加藤さんがこの美容院の閉店後に一人で店内に居残ってセットの練習などをしていると、非常階段を下からカンカンカンと上がってくる靴音がしたそうです。当時上の階は全て空き室だったので、美容院に用のある人しか上がってこないはずでした。でもいつも足音だけで誰も入ってこないそうで、この建物には何かがいると感じるそうです。ではそれは何なのか、それが気になり、不動産屋として私ができる範囲で調べてみたのですが、何もおかしなところはありませんでした。実際に現場も見に行ったのですが、現在1階の路面は携帯通信会社の店舗で、2階がその美容院、3階4階もテナントが入っているようで、建物自体見た感じも全くまがまがしい雰囲気はありませんでした。今も現在進行形で小さな不思議なことが時折起きているということで、怪現象は美容院にだけ起きているとしたら、その原因は何なのか。特に美容院のような鏡がたくさんあって合わせ鏡が起きやすい場所で、さらに水をたくさん使う場所には心霊現象が起きやすいと聞きました。実際 A 支店でもほとんどが鏡を通して不思議なことが起きているようです。
そこで今度お客としてそのお店に行ってみようと思います。もし店長さんからさらに話を聞けましたら、後日談としてまた配信しようかと思っています。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。